皆さんこんにちは。アイズ・イン・ワンダーランドのアリスです。ゆきです。本日はステーブルディフュージョン WebUI から少し離れてアニメイト GIF のプロンプトトラベルを使っていきたいと思います。前回紹介した WebUI のアニメイト GIF と何が違うのですか？一番の特徴はアニメーションの途中にプロンプトを挿入できることです。例えば最初のプロンプトはスタンディングで立っていて、途中で座って、途中で笑って、途中でまた立って、途中で手を振って、途中で脱いで、途中で泣いて、途中で脱いで、途中で食べて。途中で脱いで。ダメですよゆきちゃん。脱いだら YouTube で配信できなくなってしまいますよ。ごめんなさい。まあこのように途中でいくつでもプロンプトを挿入することができます。途中の動きをプロンプトで制御して動画を思い通りに動かせるということですね。そうです。そしておそらく 12GB の GPU でも一発で10秒以上の動画を作成できると思います。それはすごいですね。オートマティック11のようなユーザーインターフェースに対応していないので若干扱いにくいのですが、流れが分かってしまえば問題なく動画作成できますので、本日はインストールと動画の作成、プロンプトなどの書き方を解説したいと思います。そのうちステーブルディフュージョンの拡張機能になれば良いですね。おそらくその流れになるでしょうが、作者さんは今のところはビルトインはちょっと複雑ですとコメントしておられましたね。ちょっと不便さもありますが、アニメーション作成ツールとしてはかなり優れていると思いますので、皆さんもトライしてみてください。ではインストールから始めていきましょう。まず最初にアニメイト GIF CLI プロンプトトラベルのホームページに入りましょう。そのページをしばらく下に行くとインストレーション for Windows という場所があります。まずインストールの前提条件としてステーブルディフュージョン WebUI のローカル環境が構築できるものと同じ Python 3.10 と Git のインストールが必要です。この動画を見ている人はこの辺はクリアしていると思いますので、インストール方法は省略します。また Windows のパソコンで NVIDIA GPU の 6GB 以上であることを前提で話を進めていきます。 RTX 3060ラップトップで動くことを確認しています。またファイルは全体で 25GB くらいになりますので、ストレージの空き容量に注意してください。では始めます。日本語の文字などが入らない場所にフォルダを作りましょう。私はいつものように C ドライブ直下にアニメイト GIF にというフォルダを作りました。本日2回目のインストールですね。いいえ、3回目です。事前に2回試していますから。2個目は紹介のために一度全て削除しましたよ。アリス偉い。続けますよ。いつも通りファイル名には半角英数字以外は使用しない方が良いでしょう。作成したフォルダを開いて、いつものようにアドレスバーに CMD と入力してコマンドプロンプトを開いてください。コマンドプロンプトにホームページにあるコマンドを1行ずつ貼り付けて実行していきます。まず Git クローンから始まる行をコピー。コマンドプロンプトに貼り付けてエンター。そうすると Git からファイルがクローンされて、フォルダ内にアニメイト GIF CLI プロンプトトラベルというフォルダができています。次にディレクトリをこの新しいフォルダに移動するので、2行目の CD から始まるコマンドをコピーしてコマンドプロンプトに貼り付けてエンター。そうするとエラーメッセージが出ます。実はディレクトリが間違っているので CD アニメイト GIF CLI プロンプトトラベルと入力してエンターを押してください。いきなりのつまずきポイントですね。次に仮想環境を作ります。3行目の PY から始まるコマンドをコピペしてエンター。次に仮想空間の BNB を活性化しますので BNB から始まるコマンドを入力してエンター。コマンドプロンプトが新しくなって最初がBNB から始まっていれば仮想空間が活性化されています。いつものやつですね。ではこの中に必要なパッケージをインストールしていきますね。次の Python から始まる行をコピーしてコマンドプロンプトに貼り付けてエンター。このインストールは少し時間がかかります。インストールが終わってコマンドを入力できるディレクトリが表示されたら次の行に行きます。BNB から始まるディレクトリが表示されれば OK のサインですね。そうです。
次の Python から始まる行をコピーしてコマンドプロンプトに貼り付けてエンター。最後のピリオドまでコピペしてくださいね。同じようにインストールが終了したら、その下の Xformers のインストールコマンドをコピーしてコマンドプロンプトに貼り付けてエンター。ホームページにはここまでしか説明がないのですが、あと3つ足らないモジュールがありましたので、続けてインストールします。結構つまずきポイントが多いですね。ここは環境によって個人差があるかもしれません。まず最初にメディアパイプをインストールするために pip インストールメディアパイプと入力してエンター。次に ONNX ランタイムをインストールするために pip インストール ONNX ランタイムと入力してエンター。最後に Pandas のインストールです。pip インストール Pandas を入力してエンター。これで全てのパッケージがインストールされましたので、早速使っていきましょう。足りないコマンドも含めてコピペできるように概要欄に載せておきます。ホームページだけでインストールできないのでちょっとややこしかったですね。そうですね。でもこれで皆さんインストールできると良いですね。では早速プロンプトを入れて動画を作っていきましょう。ちょっと待ってください。その前にフォルダに入れておくモデルやモーションモジュール、ローラがありますので、そちらを用意しておきましょう。作成したフォルダの中のアニメイト GIF CLI プロンプトトラベルフォルダの中のデータフォルダの中のモデルズフォルダの中の SD フォルダに使用したいチェックポイントを入れてください。アニメイト GIF ではアニメ系がミストゥーンアニメ、リアル系が XX ミックス Q リアリスティックが推奨されていますが、他のモデルでもしっかり動きました。今回はアニメ系で人気のメイナミックスとリアル系はマジックミックスを使っていきましょう。ステーブルディフュージョン WebUI のチェックポイントの入っているフォルダからモデルをコピーして貼り付けます。外から呼び出すこともできますが、今回はこのフォルダを使いましょう。次に同じフォルダの中に後で試してみるローラを入れてください。同じフォルダで良いのですね。そうですね。ここでは効果が分かりやすいキャラローラがいいでしょう。今回は無色転生からロキシー・ミグルディアさんです。また無色転生ですね。ロキシーちゃんはルディの先生ですね。では続けますよ。次に同じモデルズフォルダの中のモーションモジュールフォルダの中にモーションモジュールを入れます。前回の動画でも紹介した一番新しい V15V2 のモーションモジュールをこのフォルダに入れます。モーションモジュールのダウンロードがわからない人はこの動画を見てくださいね。この動画のリンクは概要欄に載せておきますね。ではモデルの準備が揃いましたので次の段階に行きましょう。プロンプトを記入するのは JSON ファイルになります。テンプレートが用意されていますので、そこの項目を書き換えていくだけで OK です。一緒にやっていきましょう。アニメイト GIF CLI プロンプトトラベルフォルダの中のコンフィグフォルダの中のプロンプツフォルダにプロンプトトラベル JSON というファイルがあります。このファイルを開くのですが、記入ミスを防ぐために何らかのコードエディターを使用することをお勧めします。もちろんメモ帳アプリでもできますが、記入する部位が多いので間違えないように注意が必要です。私はビジュアルスタジオコードを使用します。VS コードはコードエディターを使ったことがない方も無料で簡単にインストールして使えますので、これを機に使ってみてください。とても便利ですよ。ファイルを右クリックしてプログラムから開くを選択して、その中から VS コードを選択します。そうするとこのような画面が開き、いろいろと文字が書いてあります。なんか最初はとっつきにくい画面ですよね。そうですね。でも大丈夫ですよ。このテンプレートに沿っていろいろ選択していくだけですから、上から見ていきます。まずネームですが、出来上がったファイルにつく名前ですので好きなものを入れてください。このままサンプルでも良いです。次にパスの部分ですが、ここに使用するチェックポイントのパスを入れます。デフォルトのパスはフォルダごと間違っていますので書き換えます。チェックポイントのパスを一度違うファイルにコピーして、モデル図以降の部分をコピーして貼り付けましょう。エラー表示になりましたよ。貼り付けた後にバックスラッシュをスラッシュに書き換えてください。コードエディターを使っていればエラー表示で教えてくれますから便利ですね。この後さらにチェックポイントを変えるときは一番後ろのファイル名だけ変えれば良いですね。次にモーションモジュールですが、今回は V15 の V2 を使うので
MMSDV14 のところを MMSDV15V2 のファイル名に変更してください。ここは最後の名前だけで良いですね。次にシード値ですが、ランダムにするなら-1を入力してください。いつものシード値の扱いと同じですね。次にスケジューラーです。デフォルトでは K、DPM、PP、SDE が入っています。これは DPM++SDE カラスですね。変更したい場合は DDIM、オイラー A、K、DPM、PP、2M などに書き換えてください。この4つから選べば良いかなと思います。変更するときはこの通りに書いてくださいね。今回はデフォルトのままいきます。ステップ数はいつものサンプリングステップ数です。30にしましょうか。ガイダンススケールは CFG スケールですね。7にしましょう。クリップスキップはいつものクリップスキップです。次にプロンプトですが、ヘッドプロンプトにタイムライン全体に影響するプロンプトを書いてください。ワンガールとか服装とか背景になりますかね。まずはデフォルトのままで進めましょう。次にプロンプトマップですが、フレームごとに変化するプロンプトを書き加えていきます。ここがメインの部分ですね。そうですね。ここがプロンプトトラベルの一番の特徴になります。デフォルトでは0、32、64、96フレームに動きの指定が入っていますね。記入方法はこの記載方法に習ってください。ダブルクオーテーションに挟まれたフレーム数、コロン、ダブルクオーテーションに挟まれたプロンプトの順ですね。立っていて、歩いて、走って、座るというものですね。クモの巣も入っていますね。テイルプロンプトは最後に付け加えたい、すべてのフレームに共通するプロンプトですね。ヘッドプロンプトと同じような認識でも良いかもしれませんね。とりあえずデフォルトのままにしておきます。そしてその下がネガティブプロンプトです。いつものように記入しましょう。その下はローラやコントロールネットの設定になりますので、今はこのままにして、まず動画を作成して動くかどうかを見てみましょう。ではこの JSON ファイルを保存します。アニメイト GIF CLI プロンプトトラベルのフォルダに入り、アドレスバーに CMD を入力してコマンドプロンプトを開きましょう。開いたら BNB、スクリプツ、アクティベート、バッチを入力して BNB を活性化してください。次にアニメイト GIF ジェネレート -C と入力し、先ほどの JSON ファイルのパスをコンフィグ以下だけ入力。この動画の方法に沿っていればご覧のようになります。次に -W で幅、-H で高さを指定します。この数値は小さめの1対 1.5 の数値です。最初は小さめで作ってみてください。次に -L でフレーム数。デフォルトでは1秒間8コマの 8fps なので、96を入力すると12秒のアニメーションが作れます。VRAM のメモリが少ない人は少なめでテストしてください。私は VRAM6GB のパソコンでは24フレームでテストしました。今回はこのまま続けてみましょう。C はアニメーションの滑らかさのようです。このままにしましょう。これでコマンドの入力にエラーがなければ動画が作られるはずです。ではエンターを押しましょう。ドキドキしますね。どうでしょうか。コマンドプロンプトが動き出して、どうやら動画が生成されているようです。完了しました。作成された動画はアニメイト GIF CLI プロンプトトラベルフォルダの中のアウトプットフォルダに入っています。フォルダを開くと、その中に本日の日付から始まるフォルダが入っており、その中の GIF ファイルが作成された動画になります。では見てみましょう。こちらです。すごいですね。一発で12秒のアニメーションが作成されました。どうやらある程度プロンプトに従って動いているようです。アウトプットの日付から始まるフォルダの中に2つフォルダがありますが、1つは動画の元になった静止画、もう1つはコントロールネットのプリプロセッサー画像が入っています。実はデフォルトでオープンポーズとソフトエッジにテスト画像が入っており、コントロールネットが採用されていました。テストは終わりましたので、次はコントロールネットをオフにしてローラを適用させましょう。ロキシーちゃん、できるでしょうか。先ほどの JSON ファイルを開きます。コントロールネットのオープンポーズのところとソフトエッジのところの True を False に書き換えます。ローラのところにローラファイルのパスを入力します。パスはチェックポイントと同じでモデルズ以降のパスで良いです。バックスラッシュをスラッシュに書き換えましょう。
トリガーワードのロキシー・ミグルディアをコピーしてヘッドプロンプトの先頭に貼り付けます。またプロンプトにロキシーちゃんの特徴を書いて補助します。タイムラインはこのようにしました。タイムラインの数を増やし、水の魔法を使っている様子にしたいと思います。あと9月24日にアップデートされた内容としてプロンプトフィックストレイシオというものが追加されました。まだはっきりわかりませんが、この数値を大きくするとプロンプトの影響力が大きくなるようです。ではプロンプトフィックストレイシオ 0.1 と1の画像でローラの効果を確認しましょう。どうでしょうか。どちらもロキシーの長い三つ編みが再現されており、明らかにローラが働いていることがわかります。さらに動きも滑らかですね。画像も綺麗ですね。プロンプトフィックストレイシオを1にした方はよりロキシーの見た目が再現されており、とても良いですね。これでインストールから動画生成までの一通りの流れが分かったと思います。 VRAM12GB 以上の人はさらにアップスケールもできますので、アップスケールの方法を見ていきましょう。またコマンドプロンプトを開いてください。鼻炎美を活性化させましょう。鼻炎美の活性化を忘れないでね。次にアニメイト GIF タイルアップスケールと入力して半角スペースを空けてから、アウトプットフォルダの中のアップスケールさせたい動画が入っている日付から始まるフォルダの中の00から始まる数字だけの名前のフォルダのパスをコピーしてコマンドプロンプトの続きに貼り付けましょう。半角スペースを空けて-W とアップスケール後の横幅のサイズ、今回は512、また半角スペースを空けて-H とアップスケール後の縦のサイズ、今回は768と入力してエンターを押します。 W と H は大文字ですよ。すべての画像をバッチ処理でアップスケールするので少し時間がかかりますが、しばらくするとアップスケールされた GIF 動画が生成されます。アップスケールされた動画はアップスケールドフォルダの中に入っています。動画がこちらになります。かなり綺麗になっていますね。そうですね。ここは画像をステーブルディフュージョンでアップスケールしたり、AD テイラーで顔を良くしてから最後に FFmpeg やエブシンスで結合させても良いですね。そうですね。アニメイト GIF プロンプトトラベルとエブシンスユーティリティの相性はとても良さそうですね。エブシンスユーティリティの使い方はこちらの動画をチェックしてくださいね。コントロールネットも試しちゃいましょう。ポーズマイアートで作ったこのダンス動画からオープンポーズでダンスアニメーションができるかを試してみますね。動画の切り出し方などの詳しい使い方は今回は飛ばしますね。今回はここまでの内容でお腹いっぱいだと思いますので、また別の機会に撮っておきましょう。元に使う画像はこれらで、画像の番号はフレーム数になります。 JSON ファイルを編集しましょう。モデルをマジックミックスに変更します。プロンプトをワンガールとダンシングなどに変えましょうか。 JK のダンスですね。プロンプトフィックスレートは 0.3 と低めにします。タイムラインは表情のみを入れておきましょう。笑ったり目を閉じたり口を開けたりですね。動きはオープンポーズで制御されるはずです。ローラをウェイト0にして下のコントロールネットのオープンポーズのところをトゥルーにします。そしてコントロールネットコンディショニングスケールはおそらくコントロールウェイトのことだと思いますが1で良いですね。それでは画像を生成しましょう。コマンドプロンプトを開いて画像を生成するのですが、その前に DW オープンポーズのプログラムをダウンロードできるようですのでダウンロードします。 Python-mpip install-e DW ポーズのコマンドを記入してエンター。ちょっと待つとダウンロードされます。動画生成コマンドを入力します。設定は同じですがコントロールネットに取り込んだ画像サイズと同じ 512×512 にします。それでは動画を生成しましょう。出来上がった動画がこちらになります。ちゃんとダンスしてますね。元の動画に近い動きになっているでしょうか。結構近いと思いますよ。でも顔が怖い。顔がお化けみたいになって画像がぼやぼやになってしまいましたが可能性を感じますね。服装の一貫性が弱いことや手が時々多すぎるところなんかが課題ですかね。ちょっと顔が怖すぎるのでアップスケールしましょう。まずは 768×768 のアップスケール動画がこちらになります。顔が見れるようにはなってきましたね。
可愛い顔からはかけ離れていますが、さっきよりはかなり良くなりましたね。最後は 1024×1024 です。さらに画像が良くなりましたね。やっぱり動きの追従はとても良いですね。プロンプトで指定した目を閉じたり口を開けたりもしっかり再現できていますね。そうですね。まだ完璧ではないですが、使い方を工夫すればもっと良いアニメーションが作れそうですね。さて本日はアニメイト GIF プロンプトトラベルの使い方を細かく見てきました。少し難しいところもあったと思いますが、この動画を見て AI アニメーションの楽しさに触れてみてください。本日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。